はい、今日もハスラーに来ました。今日は大きいゲームで10、20、40、40ビッグブラインでマックスバインは2万ドルです。私はマックスバインの2万ドルからスタートしました。席1番はトール、ショートじゃないよ。席2番はイーファン、テキサスの人でエンジニアです。席3番は刺身、私です。Twitter と Instagram フォローお願いします。チャンネル登録も。席4番はバート、ボストンに住んでる人でオンラインコーチングサイト持ってるみたいです。席5番はフランシスコ、メキシコ出身の人で38羽の鳥を飼ってます。席6番はペペ、この人もメキシコ系の人で音楽のプロデューサーをやってます。席7番、イスラエル人のロン、好きなハンドはクイーンにのタトゥー入れてるぐらいです。席8番はニック、このハスラーカジノライブのオーナーで本業は不動産です。席9番の人は遅刻して今はいません。チップカウントです。6人がマックスバインの2万ドル、他の人は1万5000、1万4000、9500ドル。今回の動画ではできるだけプレイしたハンドを載せていこうと思います。だから小さいポットとかも結構あります。このゲームのストラクチャーは10、20、40で3ブラインド、それとエンティで40ドル追加で払わなければなりません。なので結構大きいゲーム。最初のハンドはプラス1でエース7のオフスート、レイズ120ドル。カットオフのフランシスコがコール。ヘッズアップ。彼はね、刺身をやっつけたいっていうライバル心がめっちゃ強いんですよ。だからどんなハンドでも戦おうとしてくるし、ブラフもめっちゃしてきます。フロップはキング10、7、ダイヤモンドが2つ。私はボトムペアですね。チェック。すると相手がポット2倍の600ドルのベッド。さっきも言ったように相手めちゃくちゃブラフしてくると思ったので私はコールをしました。ターンは9のハート。私はチェック。相手もチェックでリバーへ。リバーはキングのスペード。これは結構いいカードかな。私はチェック。フランシスコがターンでキングをチェックするわけないと思うし、フラッシュドローとかも全部ミスしてるし、なんたって彼は刺身に対してめちゃくちゃブラフしたがり。なのでチェックコールしようと思って相手にブラフさせます。でもポットは1500ドル。1500ドルに対して彼は2400ドルのベッド。いくらコールするつもりやったとしても2400ドルはでかいですよね。1500ドルに対して。彼はブラフ中にちょっとサングラスつけるわって言ってサングラスつけてます。私はボトムペアでコール。すると相手はクイーンハイを賞。刺身勝ち。次はアンダーザガンでポケット4。120ドルにレイズ。刺身のことが大好きフランシスコが5-6オフスートでコール。ここでテーブルで一番タイトなプレイヤー、ニックが3ベッド。タイトってことはほとんどの確率で大きいペア持ってるんですけども、それを知ってるからこそ、こっちがセットとか作ったら全部いただけるので私はコールしました。ヘッズアップ。フロップはジャック6点、レインボー。4は落ちませんでした。ノーセット、ノーベッドって言われるぐらい、セットじゃなかったらもうすぐにフォールドしようみたいな言葉があります。なので私はフォールド。次のハンドはニックがハイジャックから160ドルにレイズ。私はスモールブラインドでクイーンジャックのクラブ。600ドルに3ベットしました。ニックコールでヘッズアップ。フロップはジャック6、8、スペードが2つ。トップペアグッドキッカーでやりやすかったけど、6と8がクラブやったらもっと良かったですね。私は1000ドルのベッドで相手はコール。ターンは7のハート。スペードとハートのフラッシュドローができたし、7、9、8、9とか、フロップストレートドローで1回コールして、今はペアプラスガットショットみたいなハンドとか、ペアプラスオープンエンド。そういういろんなドローがあるから、バリューを取りに行かないとダメなのに、私はチェックしてしまいました。やけど、66、77、88とかのセットとか、スタックがかなりディープやったんで、そういう理由があってチェックしました。相手もチェック。リバーは4。5-1枚でストレートやし、だんだんボードが悪くなっていくわ。私チェック、相手もチェック。相手はポケット10やったみたいで、私のジャックのペアが勝ち。次のハンドはハイジャックで92のハート。120ドルにレイズ。ちょっとルースなんですけども、まあストリームなんで OK。スモールブラインドの人とストラドルの人コール。3ウェイ。フロップは2、3、クイーン、ダイヤモンドが2つ。私はペアあるし、一番最後のポジションなんでベットすべきやったんかな。やけど私はチェックしました。ターンは6。
スモールブラインドチェックでストラドルの人がベット300ドル。私はたったのボトムペア一つだけなんですけども、この人には勝ってるかなと思ってコールをしました。するとスモールブラインドの人がチェックレイズ1100ドル。後ろに一人プレイヤーおったん忘れてたよ。さすがにペアドゥースじゃコールできひんのでフォールドしました。次のハンドはアンダーザガンでジャック10のダイヤモンド。レイズ120ドル。フランシスコ、ロン。コール、スリーウェイ。この二人はね、刺身やっつけたいチームですよ。フロップはエース14、スペードが2つ。ボードにエースが落ちたので、結構私に有利なボードやと思うんで、私は200ドルベットしました。フランシスコフォールドでロンだけコール、ヘッズアップ。ターンは2のハート。はい、私エースあるふりしたけど、実は持ってません、エース。お相手チェックで、私は素直に諦めてチェック。リバーはジャックのハート。バックドアのハートのフラッシュが完成されたんですけども、私のハンドは2ペアにインプルーフされました。なので、ここでオーバーベットして、エースとか他のペアにヒーローコールしてもらうか、ここでもしチェックレイズされたら絶対に負けてるので、素直にフォールドするプランで。もし負けてるハンドにチェックレイズされたら、もうそれはナイス根性よね、ほんま。やけどこうやって見ると、彼は4のペアでヒーローコールしようか考えてるみたいです。こういう刺身やっつけたい舞台は、私にブラフしたい。私にブラフされたくない。男女差別とは言わないけど、女性に対してそういうライバル心がめっちゃ強いプレイヤーもたくさんいます。だからそういう人にはオーバーベットしたり、ちょろベットしたり、そんな感じで混乱させてやります、こっちも。まあ見てわかるように、ほら、まだ考えてるんですよ。2分ぐらい考えた後、最終的にはフォールド。次のハンドはアンダーザガンが130ドルにレイズ。ビッグブラインドコール。私はストラドルでエース7のオフスート、コールしました。フロップは567レインボー。ビッグブラインドの E ファンはチェック。レインボーボードなんですけども、4や8持ってるストレートドローの人、もしくは2オーバーカードとガットショット。まさにこのアンダーザガンのプレイヤー、キング9とか、そういうドローの人に無料でターンを見せないようにドンクベットしました。めったにしないドンクベット。ベッド400ドル、アンダーザガンはコール。すると E ファンはチップをたくさん掴んで、レイズしたい模様。チェックレイズ1600ドル。ペアプラスストレートドロー ?58 とか45とか、そういうハンドの可能性が高いかなって思ったんですけども、相手がすでにストレート持ってる可能性もあるので、そういう場合はドローイングデッド、勝ち目ないので、このポットは諦めることにしました。私フォールドでアンダーザガンのプレイヤーもフォールド。E ファン勝ち。その後私は10ドルあげるからカード見せてって交渉中。はい、次はボムポットです。ボムポットとは一定の金額をフリーフロップで各プレイヤーがみんな出して、フロップの3枚のカードが開いてからチェックベットフォールドっていうアクションが行われます。このゲームはよくディーラーチェンジのたびに行われます。今回は各プレイヤー200ドルずつ。なのでポットは1600ドル。私が配られたハンドはキングクイーンのオフスート。フロップは266レインボー。私はハンドを見ずに40ドルベットしました。そしたら3人のプレイヤーがコール。4ウェイ。ターンはキング。私はトップペアの完成。プレイヤー2人がチェックで、私は1100ドルのベット。ここでロンがチェックレイズ3000ドル。これはボムポットなんでどんなハンドでもあり得ます。でも彼が私に対してめっちゃブラフしたいっていうのを知ってるからコールしました。ヘッズアップでリバーへ。リバーは9。ポットが7700ドルに対してロンは8000ドルのオールイン。こんなことになるならターンでフォールドすればよかった。今からフォールドしても遅くないのに、彼が私に対してライバル心が強いから私もなんかライバル心が。変なプライドってやつ？ポーカー始めてまだ2年ぐらいなんですけども、このプライドってほんまに邪魔。そのプライドのせいで最終的にはコール。はい、結果は、そうやな、そらそうや。負けてる。ボタンのプレイヤーが200ドルにレイズ。アグレッシブの E ファンが900ドルに3ベット。ボタンがレイズ、それに対してスモールブラインドが3ベット。このシチュエーションってあんまりいいハンド持ってないんですよね、どっちも。持ってる時もあるんですけども、ほとんどの場合そんな強くありません。だから私は彼らがあんまり強くないハンドを持ってないことを願って、ビッグブラインドから4ベット2500ドル。ボタンのプレイヤーフォールド。スモールブラインドの E ファンがコールヘッズアップ。ブラフ捕まっちゃった。計算違い。フロップはクイーン、ジャック、ジャック、レインボー。4ベットポットでトップペア。ラッキー。5300ドルポットに対して私は40ドルのベット。ふざけてます。E ファンコール。ターンはジャック。これで私はフルハウスの完成。私はまた40ドルのベット。E ファンコール。リバーは10。相手チェック。次はちょっと大きめにベット。で50ドルベットしました。ここで相手は2500ドルのチェックレイズ。
私スナップコールで相手エースクイーン。お互いクイーンのフルハウスで引き分け。いいファン、ラッキーやな、私にヒットしやんくて。はい、ここで席9番のプレイヤーが遅れてゲームに来ました。ストリーム見てる人やったらわかる人も多いと思いますが、ウェスリーって人です。次のハンドは何人かリンプでハイジャックのトールがレイズ300ドル。私はボタンでキング2のクラブ1000ドルに3ベット。ストラドルのペペがそれをコールとコール。他のプレイヤーフォールドでトールがコール3ウェイ。フロップはエースクイーン6、スペードが2つ。2人ともチェックで私は1300ドルのベット。すると2人ともコール。これはもうブラフできひんわターンで。なのでこのポットはもう諦め。ターンは3のハート。2人ともチェックで私もおとなしくチェックしました。リバーはエースのスペード。ここでペペが3000ドルのベット。スペードのフラッシュ完成してるし、まあどっちかはエース持ってるやろうし、もう今すぐフォールドして次のハンド行きたかったぐらいです。で、トールエース持ってんのにエースフォールドしてました。そんなことある？まあ結果的にはナイスフォールドでしたね。はい、ゲームも中盤です。ハイステークスのライブキャッシュゲームでよくあるスタンドアップゲーム。スタンドアップゲームとは、みんなが立ってポーカーをします。で、ポットを取った人が座れます。最後までポットを取れなくて立ってた人が負け。で、その最後に残った人が他の座ってるプレイヤーに一定の金額をペナルティで払う。このゲームでは200ドルのペナルティ。自分を除いて他のプレイヤーが8人いるので 2×8 で1600ドル。なのでポットを取れなかったら1600ドルの罰ゲーム。みんなどうしても座りたいのでルースになったりアクションが激しくなったりします。で、今プレイ中のストリームはカメラの関係で立っちゃうと都合が悪いので座ってプレイしています。ポットを取った人には特別なボタンがもらえてそれがマークになっています。そんな説明しているうちに私はエース7でフリーフロップオールインしてました。17000ドルのオールイン。こういう刺身みたいにオールインするやつがおるからこのゲームはめちゃくちゃいいです。もしかしたらオールインするやつ私だけかもしらんけど、まあ一人でもこういうやつがおるってことですよ。誰も強いハンド隠れてなくてよかった。みんなフォールドで私はポットを取りました。今回のスタンドアップゲームはセーフ。はい、次はハイジャックで78のスペード、レイズ120ドル。フランシスコがボタンでコール。ペペが3ベット300ドル。スモールブラインドから。めちゃくちゃ小さい3ベットですね。Anyway、私もフランシスコもコールで3ウェイ。フロップはエースキング7、レインボー。私はボトムペア、バックドアフラッシュドロー。ペペチェックで私もチェックしました。ボタンのプレイヤーが800ドルのベット。3ベットしたペペはフォールドで、私はもうスタンドアップゲームで座っているので、別に無理にポット獲得する必要ないのでフォールドしました。フランシスコは64のハートを見せたけど、ほぼドローイングデッドやったやん。次のハンドはニックがリンプイン。私はボタンでクイーンジャックのオフスート。ストラドルのペペはコール。リンプインしたニックもコール。3ウェイ。フロップはエース85、ハートが2つ。2人ともチェックでエースハイのボード。なので多分私はベットするのがベストなんですけども、チェックをしました。刺身チキン。ターンは10。私はストレートドロー。キングもしくは9でナッツストレートができます。2人とも2回チェックしてエース持ってなさそうやし、他に小さいペア持ってる人がおったらそういうのにフォールドしてもらおうと思ってポットの670ドルのベット。2人ともフォールド。次はハイジャックでクイーンズ、レイズ120ドル。スモールブラインドのペペが3ベット400ドル。ポットを大きくしていこうと思います。私は4ベット1500ドル。ポジションある時の4ベットってそんなに大きくレイズしなくていいと思うんですけども、私たちは結構ディープスタックでビッグブラインドにすると500ビッグブラインドあります。なので大きめにレイズしても全然いいと思います。ペペはコール、ヘッズアップ。フロップはジャック2、ハートが2つ。ペペはチェック。めちゃくちゃ安全なボードなので私はチョロベット。だけどよく考えたら安全なボードやからこそ大きめにベットしてもコールしてもらえるんじゃないかなと思って。例えばテンズ、ナインズとか。だってそういうハンドって1000ドルベットしても2000ドルベットしても多分コールするでしょ。何が正解なのか分からへんけど相手はフォールド。はい、次のハンドはウェスリーがボタンで200ドルにレイズ。トールがスモールブラインドで78スペードを持ってます。彼は3ベットせずにコールしたんですけども、私なら3ベットしたいですね、このハンドで。でも、スモールブラインドやストラドルに下手くそな人がいると、3ベットせずにジャストコールがベストやと思います。
ってまさか、そういうことか？ビッグブラインドのいいファンコール。私はスラドルでエースナインのクラブ。最高のスクイーズスポットやったので、3ベッド。1100ドル。ウェスリーはボタンでコール。スモールブラインドコールで3ウェイ。フロップはエース36レインボー。スモールブラインドチェック。3ベッドポットでエースハイ。しかも自分はエースを持っている。ベッドしない理由が見つからないので、私は1000ドルのベッド。かなりドライボードやったので、小さめにベッドしました。ウェスリーはコール。トールはフォールド。ヘッズアップ。ターンはクイーンのクラブ。クイーンは別に何も変わらないカードやと思います。何にコールしてもらえるかわかんなかったんですけども、ブラフっぽく見せようと思って私はちょっと大きめの3500ドルのベッド。ウェスリーはフォールド。はい、次はアーリーポジションのロンがレイズ200ドル。スモールブラインドまで回ってきてイーファンの番へ。彼はレイズ900ドル。イーファンはね、3ベッド率がめちゃくちゃ高いんですよ。だからね、4ベッドしてやりました。私は4ベッド、ビッグブラインドから2500ドル。するとイーファンはオールイン17000ドル。もちろんコールできるわけなく、フォールド、捕まっちゃった。はい、次はアーリーポジションでエースキングのハート。ビューティフォーハンドですね、これ。レイズ120ドル。ハイジャックのバートが3ベッド480ドル。みんなフォールドでトールの番へ。トールはスモールブラインドからそれをコールドコール。ちなみに今はスタンダップゲーム中です。スタンダップゲームとは、さっきも説明したんですけども、イーストリーゲームみたいに早くポット取ったもん勝ちで、最後までポット取れなかった人はペナルティで、この日のゲームやと1600ドルの罰金です。で、ちょうど今、トールとバートがまだ1回もポット取ってないんですよ。だから3ベッドも多くなるし、コールドコールも多くなる。という理由から2人はあんまり強いハンド持ってないなと思ったので、私はオールインをしました。もしコールされても引けばいいんですよ。引いてダブルアップ。3ベッドしてきたバートはフォールド。するとなんとトールはコール。これは罠にはめられた。2人とも同意でトワイスすることに。ポットは45000ドル。日本円にしてなんと600万円超え。今こうやってエクイティを見るとちょうど50-50みたいですね。この五分五分の勝負勝てるんですかね？いや、勝たんとまずいな、これ。はい、フロップへ。フロップ799。ターンは10。リバーは2。はい、一つ目のボードは負けました。しかもハートを2つ1枚目のボードで使うっていうアウツの無駄遣い。2つ目のボードへ行きます。フロップは13-6。ハートが1つ。ターンは4。リバーは7。はい、日本円にして600万円ポット。負けました。はい、刺身破産。はい、めちゃくちゃ負けた後切り替えていきます。ウェスリーがアーリーポジションから120ドルにレイズ。カットオフがコール。私はボタンでポケット8。600ドルに3ベットをします。ここでビッグブラインドのフランシスコが4ベット2700ドル。ストリームでね、ポケットペアフォールドするわけにはいけへんので、コールしました。フロップはエース、ジャック、6。ハートが2つ。私は黒色の8に枚持ってて、ハートもないし、セット引けなかったんで、もう諦めてフォールドします、このポットは。フランシスコは3300ドルのベッド。私はすぐにフォールド。はい、次も大きいポットです。カットオフのトールがレイズ200ドル。私はスモールブラインドでジャックス800ドルに3ベットしました。すると左のプレイヤー、ビッグブラインドのバートが2100ドルに4ベット。この3ベッド、4ベッドばっかしてくるな、さっきから。ここで5ベットしたら、弱いハンドにはフォールドされて、強いハンドにはコールされるので、ジャストコールすることにしました。ヘッズアップでフロップへ。フロップはキング8、6、ハートが2つ。私はチェックで彼は1500ドルのベッド。ポットに対してかなり小さいですね。私はジャックのハート持ってて、バックドアフラッシュドローもあります。オーバーペアのキングが落ちてるんですけども、もし相手がキング持ってたらナイスキャッチ。他にもジャックスより大きいペア持たれてる時もあると思うんですけども、その時はドンマイやし、とりあえず1回コールしてターンで様子を見ましょう。ってことで私はコールしました。ターンはキングのクラブ。ここでハートとクラブのフラッシュドローが2つできてるんですけども、私が持ってるジャックはハートとクラブです。なので彼がフラッシュドローの可能性はまあ少ないかなとも思ったり、そんなことよりキングが落ちたことによって相手にキングを持ってる可能性が少なくなりました。だって4枚しかキングないやろ。私はチェックで彼は4500ドルのベッド。彼にキングがないと感じたら、その逆をついて私にキングあるふりしようってことでブラフすることにしました。なんか自分の中では相手はクイーンズとかエイセス、大きいペア、そういうのかなとも思って、私がキング持ってるふりすることにしました。
ってことで、オールイン。こうやってグラフィックを見ると私がベストハンドを持ってて、相手がクラブのドローです。画面で見るとバリューでのオールインみたいな感じになってるんですけども、実はブラフです。クイーンズとかにフォールドしてほしいなと思ってオールインしました。すると相手は2分ぐらい考えて、あんたクイーン10のハートとかでドローか？俺のエースハイ多分勝ってるなと言ってコール。その時点で相手エースハイなんやなって思いました。二人同意でトワイスすることに。一つ目は9のクラブ。彼は That's me って言って嬉しそうにフラッシュをしよう。まさか負けた。二つ目のボードは3。はい、なんとかクラブもエースも引かれずに、チョップ。まず1個目のボードを引かれたの、アンラッキーすぎるし、普通コールする？今日は何しても全然勝てない日ですね。はい、まだ途中なんですけども、今までの収支です。私はビッグルーザーでマイナス35,000ドル。次のハンドはアーリーポジションがレイズ200ドル。私はカットオフで79ダイヤモンドコールしました。するとボタンのプレイヤーが3ベット1000ドル。私はコールしてヘッズアップ。フロップは358レインボー。テストで私は40ドルベットすることにしました。ここでレイズされたらフォールドするし、レイズされなかったらターンのカードによってはもうバンバン打っていこうと思います。相手はジャストコール。ターンは4。ターンのアクションから見て多分相手は何もないですね。私は1000ドルベット。相手はコール。ここで私は多分相手エースなんちゃらのガットショットかなーって、結構な自信で相手はそのハンドかなーって思ってました。リバーはジャック。相手がエースジャック持ってない限り私がベットしたら下ろせるかなーと思いました。ここで。なので私はブラフで4000ドルのベット。ほぼポットサイズベットですね、これ。相手は少し考えた後、コミットコールとか言ってコール。コミットってなんやねん。なんとトリプルバレル、リバーでのポットベッドをエースハイでコールされました。次は100ドルのスタラドルがあります。カットオフボタンのプレイヤーがコール。私はハンドを見るとエースキング700ドルにレイズをしました。すると左のプレイヤー、またお前か。彼が3ベッド2500ドル。みんなフォールドで私の番へ。私はオールインすることにしました。3600ドルのデッドマニーがあって、ここでフォールドされても3600ドルの利益があるし、コールされても大概の場合は50-50やと思ったんで、その時は引けばいい。だけどその肝心な引くこと、それが引けない。それがプロブレム。相手はスナップコール。今回もトゥワイスすることにしました。フロップはエースじゃない。ターンはエースじゃない。はい、ここで最悪なカードが落ちました。スペードです。エースやキングのスペードが私のアウツではなくなりました。なぜならスペードが落ちることによって相手にフラッシュができるからです。リバーは絵柄です。しかも黒色。私はクラブのキング引けるんでしょうか？引いた。よかった。これで負けることはない。あとは2つ目のボードで勝ってスクープするだけですね。2つ目のボードは3、9、クイーン。相手にセット引かれてドローイングデッドと思ったら、私はガットショットをターンで拾いました。ジャックが落ちればスクープできます。リバーは8。はい、そんな簡単ではありませんでした。負けへんだけでよかったわ。はい、またデカポットいきます。100ドルのストラドルが入ってて、ハイジャックのロンがコール。スモールブラインドの E ファンもコール。私はハンドを見るとエースキング。またかよ。ちょっとティルトしてたっていうのもあるのと、ポットにすでに400ドルのお金があるので、1000ドルぐらいのレイズでもいいんじゃないかと思って、私は1000ドルにレイズしました。コールされるときは1000ドルにレイズしてもコールされるし、ハイジャックのローンはコール。スモールブラインドの E ファンもコール。スリーウェイ。ほら言った通り。コールされるでしょ。フロップはエース5、9、クラブが2つ。スモールブラインドチェック。私はトップペア、トップキッカー。やっといい感じに思ったように勝てそうです。私はベッド2100ドル。ローンはフォールドで E ファンコール。ヘッズアップ。ターンはキングのハート。トップ2ペアになりました。ここで相手にセットとか持たれてたら、もう、ポーカーやめるで、もう何しても勝たれへんやん。私は5000ドルのベッド。私の残りスタックは9500ドルで、リバーでちょうどオールインに行けるようになってます。すると、スモールブラインドのプレイヤーはオールイン。いろんなドローがあるし、私はトップ2ペアやし、フォールドできないのでコールしました。もしセットも足りてたらその時やし、フラッシュ引かれたらその時や。私はコールして相手はエースクイーンをショー。これ多分ドローイングだったよね、相手。トゥワイスしようってなったけど相手に勝ち目がなかったため、私たちはトゥワイスせずに1回だけすることにしました。やっとでっかいポット取れました。4万ドル近いポットかな。よかった。まだ負けてるけど。
そんな感じで今回のストリームは終わりです。最終チップカウントは私は4万ドル VPIP、いわゆる参加率ですね。参加率は 50%、かなり高め。フリーフロップのレイズは 33%、3回に1回レイズしてる計算です。勝ち負けの収支は、はい、私は一番下。めっちゃ負けてる。3万ドル日本円にして約400万円。日本のサラリーマンの平均年収ですよ。何やってんの私ほんま。だけど、ストリームはこれで終わりなんですけども、カメラがオフになった後に私たちは続けてプレイしてます。その様子、また来週動画にするので楽しみにしててください。